こんにちは。本日のレッスンは、9路盤を対局できるようになるまでその2です。まずは対局開始の数手について行っていきましょう。ここは重要な点なので、じっくりやっていきたいと思います。前回、陣地、勝敗のつけ方、石の取り方を学んだので、今回は実戦での打ち方についてです。ですが、まず初手にどこに打てばいいのってなりますよね。そこで、初めの数手でおすすめの手を紹介します。まず初手には、星、この点のあるところですね。この周辺の3、4線をおすすめします。3、4線というのは、このピンクの部分が3線、水色の部分が4線となっています。この近いところから数えたところですね。上から3番目、下から3番目、これがぐるっとすべて3線になっています。なんで3、4線がおすすめかというと、参戦に打った場合、この辺りが陣地だなというのが、分かりやすいっていうのがありますね。この三角はすべて3線または4線の位置になっています。例えば白がこの辺りに打ったとすると、黒は右側もしくは上側に打つと陣地がイメージしやすいです。この時も先ほどの3線または4線に打っていくとバランスがいいと思います。今回は右側を陣地にしようということで、例えば4線のこの場所ですね。この辺りを打っていくと、イメージとしてはこんな感じの陣地ができているというような感じです。そして白もこんな風に打っていくと、イメージですがこんな感じで陣地ができていくということになりますね。そしてこの後また黒と白の間に打っていく。これをどんどん進めていくと、広がっているなというのがわかると思います。こんな風にしていくと、綺麗にお互いに陣地ができるのでおすすめです。もし迷ったら、初めは3、4線に打っていくっていうのをおすすめしたいと思います。ちなみに天元は真ん中なので人気なんですが、スペースを広くしすぎると白に入られてまた白地になってしまいます。例えば、ここにあるからといって、この全てが黒の陣地になるということはないんですね。白にここに打たれたら、もう一度ここが白の陣地になってしまうということですね。つまり、天元に打った場合、どこに陣地を作るっていうのが、黒からは決められないということになりますね。初手天元はどこを陣地にしているか分かりづらい状態になるため、対局に慣れてきてから使ってみるといいと思います。強くなってくると、あえて入らせるなど、いろいろと作戦は広がるのですが、まず初心者の方は一歩ずつ陣地を取っていく方法を学んで、無事に終局することをゴールとします。では、今の知識を使って問題を解いてみましょう。この図は黒と白、どちらの陣地が大きく見えますか？ヒントはこのように石に色をつけていくと、どこが陣地になっているかおよそわかると思います。はい、正解は黒ですね。なんでこの差ができてしまったかというと、今石数は5個ずつで変わりがないのですが、黒は1つずつ間を空けていて、白は完全に隣同士で石を並べている状態になっています。なので、石の間隔を空けた黒の方が素早く陣地を取れているということですね。それではこの図はどうでしょうか？黒と白、どちらの陣地が大きく見えますか？ヒントは、黒はこのように、白はこのように石を使っています。どのあたりに陣地ができていくかですね。正解は白ですね。白の方が大きくスペースを取ることができています。この差がついてしまった理由ですが、黒は上からだったり右から数えて、今これは2線ですね。右から数えて2番目の線や、これは1線ですね。この低い線に打ってしまったために小さな陣地しかできていないのですが、白は3線もしくは4線の線にバランスよく打っているので大きな陣地ができたということでした。なのでその2つをまとめると、少し石を離して打った方がいいということと、打つ線は3線や4線、低い1線や2線にまず最初に打たないようにするというところがポイントになります。では次に連絡形を3つ紹介します。
この形を一間飛びと言います。間を一つ空けているということですね。そして、この形を桂馬。一間飛びから一つずらした形を桂馬と言います。そして、コスミ。この斜めの形をコスミと言います。それぞれ2つの石は連絡していて、9路盤ではこれらを使っていくと順調に陣地も作りやすいのでおすすめです。ただし注意が必要なのは、相手の石が近くにいる時です。もしこのような位置で桂馬を使うと、これも位置としては桂馬なのですが、白に出られてしまい、バラバラになってしまいます。このまままっすぐ行っても、絶対に上の黒と下の黒はつながることができないんですね。この形を裂かれ形と言い、悪い形なので、作らないためにも覚えておくといいです。それでは連絡の問題についていくつか挑戦してみましょう。黒番でこの上の黒と下の黒を連絡する問題です。正解はこちらですね。もしここに打たなかった場合、白にここに打たれてしまい、先ほどの裂かれ形。位置としては一間飛びなのですが、上と下で完全に切れてしまっていて、これではバラバラになってしまいます。なので黒がこちらに打てば正解となりますね。では次にこちらの問題です。これはこの2つの黒石とこの2つの黒石が連絡するという問題です。正解はこちらですね。もしここに打たなかった場合、やはり白にここに打たれてしまい、上の黒石と下の黒石は連絡ができない。この桂馬が裂かれ形になってしまっているということになります。なので、こちらが正解となりますね。では最後にこちらの問題に挑戦してみましょう。これはこの黒の3個とこの石たちを連絡する問題です。正解はこちらですね。もしここに打たなかった場合、やはり白にここに打たれてしまい、この黒とこの黒は裂かれ形となってしまっています。この形になっては絶対に連絡ができないということですね。なので黒からはここに打てば、白から逆にこの辺りに打とうとしてもすぐに白は取られてしまうため、この黒を切り離すということはできないということになります。石の連絡についてはここまでです。ここまで見ていただいてありがとうございました。次回は陣地の境界線について行います。それでは次のレッスンでまたお会いしましょう。